ハローこんにちは。コンドゥフリークス vs.T1 始まりました。初戦です。T1 がレッドサイド側、ミーコ版、ルブラン版。ここ最近スタティック支部がめちゃくちゃ流行ってますね。さっきちょっと覗いたら、ゼリも初手でスタティック支部行ってたかな。スタティック支部祭りになってた。まだ 13.11 なんですけどね、12でめっちゃバフきます。出た瞬間にバックライン全消しです。まだバフも来てないのに、12のバフが来てないのに、もうプロ試合では11でスタティック支部の OP さんにみんな気づいちゃって使われてるから、次のパッチでどうなるかだよね。13でナーフ決定してますね。てかさ、ライオットがさ、もともとスタティック支部っていうアイテムを消したんですよ。で消した時の理由が、このアイテムはバランスが取れてる時は弱くて弱いし、使われる時はぶっ壊れなので調整できませんって言って消してるんだよね。なんで戻したこのアイテム、スタティック支部さん。お前ら2年前にそうやってさ、パッチノートで説明して消したよな、アイテム。全く謎。環境変わったからええかと思ったんかね。もう今は明治たちも積むようになってますからね。 AP レーシオついちゃったからってのもあるけど、普通だったらさ AP チャンピオンが AD アタックスピードアイテム買ったらスキルのダメージが上がらないから、さすがにウェーブクリア強くても買えないわけじゃん。火力がトータルでダウンしちゃうから。でもスタティック支部のバースト分のダメージで火力補えるんで使えちゃうんですよね。スキルに適用されない時点でもう買っちゃいけないアイテムなはずなのにな。それぐらいありえない OP アイテムです。でコンドゥフリークスファーストピックでセジュアに T1 アフェリオスミリオ。ゼリユーミ空いてたのに、ゼリユーミよりもアフェリオスミリオなんだ。まだナーフされてませんよ、11なんで。ゼリユーミ、そしてフェイカーのアジール。フェイカーといえばアジールですかね。ソロ級でも今勝率 50% 超えていてとても強いです。全くと言っていいほどソロ級では見ないけど、でも勝率は高い。でこのアジールっていうチャンピオンはソロ級の勝率 46% でもプロで出てきてたチャンピオンですからね。ちょっといじられてすげえ弱くされてたから、ここ 2ヶ月3ヶ月使われてなかったけど、またバフされたんで戻ってきました。立ち回りは変わりましたね。ちょっといじられちゃってパッシブのタワーがすごい強くなった。でブリンク距離とか W の射程出す範囲が短くなってるから、ブリンク距離とかエンゲージとかがちょっとダウンしてるけど、機動力は少しダウンしてるんですけど、でバーストも減ってるけどトータル DPS 的にはダメージは上がってますね。兵士を敵にぶつけて Q でフォークするアジールだったけど、今はそうじゃなくてナシャーストゥースとかで通常攻撃で削っていくタイプかな。ポッピーからの相手エズリアル。何これ、ゼリミット。エズリアルミットは一時期スマイトを積んでいました。 AP エズリアルってのが。あの時のスマイトはピンク、紫のジャングルアイテムを購入すると AOE スマイトでウェーブクリアができたんですよ。エズリアルミットってのはウェーブクリアがないからね。でもその紫スマイト OP すぎてエズリアルの AP レーシオがガクッと下がったんですよ。もともとウルト一発で AP ビルドのウルト一発で相手の HP7 割削ってたからね。
1コア2コアでとんでもね頭が悪いパッチが12パッチあったんだけどさ、でその時に AP レーションガクッと下げられて、もうミッドエズリアルなんか出てこなくなりましたけど、でその AOE スマイトもなくなったわけじゃん。でもスタティックシブが帰ってきたよね。より強くなってウェーブクリアできますね。ハローこんにちは。 T1vs コンドゥフリークス、なんとミッドエズリアル、ゼウスとドゥドゥ遊んでいる。お互いに殴り合わない、一発ずつ殴る。紳士協定が結ばれていますね。こういうのを見て怒る層出てきそう。お前ら真剣にやらねえのか。1分前だったらね、お互いにダメージ交換したところで帰ればいいわけだから、結局お互い殴らないっていう無駄ってことは分かってるんで、殴らないってことなのかな。今からなら殴るけどね、帰れないんで。ちなみにこのエズリアルは AP の可能性出てきましたね。フェイカーも YouTube で動画アップしてたっぽい。初手スタティックシブからのシャドウフレームルーデンみたいな感じで、AP レーションはかなり昔にナーフはされたんですけど、全くなくなったわけじゃないんでね。でこのスタティックシブがですよ、 AP レーシオの増加率、レシオがバグってはいるのでめちゃくちゃ強いから、AP いくのかな。LCK で2680日ぶりです。フェイカーがミッドエズリアルを使って負けました。レベル2先行してゴーストを使っていくグマユシ、ゼリのフラッシュを使用させることに成功します。今ゼリユミがぶっ壊れじゃないですか、このパッチ。それを取らずにミリオアフェリオスを優先しました。そういえばグマユシってゼリ使わないんだっけ。使わないのか使えないのか、強いと思ってないのか、どうなんだろうね。コピーフラッシュダウン。アジール連戦強えんだよな。ゼウスはグラガスか。トップのさサイオンとかグラガスのメタ終わってくんねえかな。俺ゼウスのジェイスが見たい。プレーオフのその決勝の途中からタンクになったよね。MSI もタンクで、ここ最近もずっとタンク。決勝戦で敗れてからゼウス壊れちゃった。初戦と2試合目ジェイスやったりキャリージャンプ使ってたのに、そっからサイオンオンサイオンオン、グラガスグラガスグラガス。パッチ10なんだ、次のパッチかな、 13.12。 ここでグラガスはナーフきますけどね。なんか最近プロの試合で同じメンツばっかりだなと思うのは俺だけですかね。ミッドエズリアルは2680日ぶりですけど、ジャングルも一緒、トップも一緒、 ADC サポートも一緒。ミリオは新しいけど、ここ半年ぐらいなんかなーって感じ。The Yuumi can be kind of helpful too in the mid game and the early parts of the late game, where Guma's going to look to Gale Force forward and look for ults and stuff like that to actually just execute the enemy AD carry in mid. 大体新しいキャラクターは OP で、それ以外は安定チャンピオンばっかりだよ。There's not much that Yuumi can put back with this iteration of Yuumi. Her sustain is significantly nerfed. In the early levels, you're doing very little. No, it's not really a thing. As you do have some shields if you do go for all-ins and things like that, but outside of it, it is a little bit more difficult, as you say. I mean, first Drake going to be an Infernal as well, Wolf, so yeah, we've got some interesting ones.
ゼリユーミはね、プッシュ力もないし、序盤はそんな強くはないですから、ミリオとアフェリオスでウェーブを押し込んでタワープレート取ってドラゴン取って序盤有利に進めていこうという考えです。しかしゼリユーミはどこかでキル取ったりすると止まらないです。最強3コアが順調に出たらもうゼリタイム、ワンミスで終わる。ヘレティックスだってさ、初戦最初の20分間もうノーミスで4000ゴールドぐらい差つけてたけど、1回やらかしてゼリに2キルとか入った瞬間にそっから15分ずーっとやられてたからね。最後の最後で逆転したけど。で今回はミッドエズリアル、ホーク強そうね。ここでエズリアルがマイブリンクをすることによってアジールのブリンクからのウルトを誘ってたけどフェイカー乗りません。エズリアルがマイブリンクしてくるときってさ、なんかイラッとこない？感情的になってダッシュしてアルティメット使ってソロキルを狙えるような HP だったんだけど、フェイカー落ち着いています。マジでエズリアルがマイブリンクすると殺意が湧く。ロルやってるプレイヤーならわかるはず。エズリアルがマイブリンクしてくるのがムカつくんだよ。他のチャンピオンがやってもちょっとうってなるけど、エズリアルはマジでムカつく。The Renekton is very strong in the early game, obviously, and so is the Azir, especially with the Emperor's Divine. But if that could be avoided by Ezreal, maybe this is a fight that you take where the Ezreal gets early value even without. なんでだろうね。エズリアルっていうチャンピオンが遠くからQ打ってきてストレス溜まるからかな。それとも E のクールダウンクソ長えのにそれ前に使ってくるんじゃねえよっていう感情から怒りが来るのか。遠くからQでぴょんぴょんやってくるくせにマイブリンクしてくるからムカつくのかな。なんだろうね、このエズリアルっていうチャンピオン深いんだよな。遠いままで強いのに舐めて射程に入ってくるからかな。エズリアルがなんでてめえ通常攻撃してくるんだってことか。なんだ俺だけじゃないんだ、みんなもフラストレーションたまるんだ。安心した。ソロ級でエズリアルミッドやろう。ジャングルサポートミッドに寄せてマイブリンクしよう。それで勝てるやん。ちょっと俺マイブリンクするからお前らミッド来てコミュニケーションも大事です。お、ゼリユーミがレベル6のタイミングで仕掛けてきた。ケリアがうまくミリオの Q を当てて離しましたね。でセジュワーニがフラッシュを使ってバフを取ったのはセジュワーニだ。ホッピーのアルティメットをフラッシュして避けてスマイトファイトも勝っていく。ホンドゥフリークス2勝2敗中間チームですよ。ホンドゥって確かさコーチ CBMAX じゃなかったっけ。元グリフィンのコーチ超ビーを見つけてきた育てた男だよね。伝説のグリフィンの大人になってくださいよのコーチだよね。ドパと仲良し。こんな下手なチームは初めてだってこの前切れてたそれだけ聞いたらやばいやつだ。なんか流れででしょ、冗談とかででしょ。
それはソードさんに大人になってくださいよ言われますわ。まあクソ逆転負けした時だからね。あ、そうなんだ。エズリアルスタティックシーブコンプリートしました。Know how much you love that, especially when it's cloud at the end. Yep, that means more clouds, absolutely. Yeah, but I mean the setup here is quite nice for Kwangdong Freaks around the map. エズリアルの弱点を完全にカバーしていますね。ここ1年ぐらい ADC エズリアル見てないんだけど、まさかミッドで出てくるとはね。いや弱くはねえんだよな。ソロ級とかでも見てもそうだし、トリフォ強くなったし。でもやっぱプロになるとずっと押し込まれちゃってタワープレート取られちゃうチャンピオン、ウェーブプッシュがすごい大事になるからね。ボトムレーンでは使われません。あとはエズリアルと相性がいいサポートがカルマなんだけど、カルマが弱えからな、キャラが。それもありそうだよね。Otherwise, not too much to worry about there as Bulldog, once again, just has to be a bit careful, taking a fair bit of damage as Dudu just takes a turret shot, mainly because he feels like it. There's not a lot of mana on the Gragas, who is just looking for a back timing by the looks of things. And T1 looking like they do have a large amount of control as here we are towards the bottom side. フラッシュインしてくる。オーナーが施錠に吹っ飛ばして一時的に3対2にして後ろからフェイク。アフェリオスのダブルキル。ポッピーアルティメットでセジュワに飛ばしてからの壁ドン完璧だったね。ゼリユーミが 2v2 は圧倒してたけど、お互いジャングラー同じタイミングで来たけども、ポッピーがいや後から来たか、ポッピーが弾いてそこからアジールの TP。 しかしミッドを開けていたのでフェイカーミッドタワーの HP 削られてヘラルドまでぶつけられる。ギリギリミッドタワーは残ります。フェイカー LCK 通算4500アシスト、アシストランキング1位。フェイカーはシーズン3からデビューしたよね。もう丸々10年か。10年間 LCK プロやってる人間って他におる？負けた方のゼドも今コーチだもんな。サンドボックスのコーチやってるかな。100万回死んだゼド。もう同期はコーチになったりしてるよね、みんな。ベンギもそうだけど。ユタポンが同期か。地域は違えど、しかも同じチームでやってるしな。同じチームでロルのプロを長年やってるのが1位がフェイカーで、確か2位がユタポンだよね。あ、まあデフトも通算フェイカーと同じか。同級生同じクラスだしね。同じクラスっていうか同じ学校か、同じ学年。でもデフトは一時期中国行ってたからな。 LCK の通算でいうとちょっと少ない。ミッドタワーは先に折ったコンドゥ、ボトムのタワーは T1 が折った。アルティメットがとんでもねえダメージ。しかしまたポッピーアルティメットで豚飛ばしてあげて、今度は後ろからワニが来る。ワニが来るから豚の方に向かっていく。後ろから人が来る。人じゃねえ、あれワニだった。ワニが来るからワニの方ではなく前に逃げる。セジュワニにキル渡してもそんな関係ねえ。いいね、レネクトンがテレポートしたけどレネクトンキルはもらえませんでした。トップのウェーブ全ロスです。ゼウストップ一生懸命押します。ここはエズリアルがテレポート持ってるのでテレポートでカバー。
でもボトムのタワーも取ったし、ゼリも倒したし、いい感じじゃん T1。ドラゴン2つ有利取ってますね。2つ取れています。トータルゴールドは一緒か。アジールの射程ってさ、どうなるんだろう。ミリオの W もらった時あれ2割射程伸びるけどさ、アジールの判定はどうなる。アジール自身の通常攻撃の射程が伸びたところでだよね。兵士の射程が伸びないから相性はないのかな。テレポートする T1 仕掛ける仕掛ける。レネクトンが動けない。逃げる。コンドゥヘラルド取ったのは今度は T1 か。いや、スマイトバトルで勝ったのはコンドゥフリックス。しかし回収まではできませんでした。グラガスフラッシュボディスラムは当たらなかったが、ウルトは完璧に決めた。For the first time, she actually will float away with her life, but still 3 deaths on this Zeri, and they are just very much so playing toゼリも3回やられてるのか。経験値も少ないだろうし、アイテムも出ませんね。ゼリが3コアが出るとまずいんだよね。タイタニックハイドラまで出されてしまうと割とどうしようもないから、その前にゲームを畳みたい T1。このリプレイは3分ぐらい前の、結構前のやつですね。ゼリ倒してユーミ倒して、でもダブルキルポッピーか。グマユシに渡したかったね。で先ほどのミッドのダイブ、ミリオが9のスローを当ててて、グラガスのいいフラッシュは当たらないけど、ウルトはうまく当てた。And this is just too much. Even with the true shot barrage once again connecting, there's no follow-up damage. In this early game, the Ezreal needs to be able to do more if you're going to get those kills. The true shot alone isn't enough, sadly here. エズリアルはやはり AP ビルドみたいです。これビルド何？シャドフレか。ポッピーアルティメット使う。キャンセル。数十秒後に上がります。ポッピーのウルトってあれ何秒だっけ。20秒とか10秒。あれ使わなかった場合ね、すぐ戻ってくるのおかしいと思うんだよね。セジュアニがアルティメット決める。ドラゴンは3つ取った T1。セジュアニがアルティメットをフェイカーに決めるけど、フェイカー離脱に成功です。ドラゴン取ったので T1 引きます。目的はサンドラですからね。ここで無理に戦わず、ゼリにお金渡す必要もないし、ミッドタワーにつなげる。ミッドのタワーに帰ってこれないように、アフェリオスがミリオの射程バフをもらい、遠くからぴょんぴょん殴ってタワーも使ってミッドタワー取ります。Hextech Soul Point, mind you, so massive value here on top of winning the team fight. And then Weather the Storm, an owner. ポッピーのさ、アルティメットさ、チャージしてるだけでプレッシャーえぐいからな。下がらなきゃいけないから、このクールダウンが短縮して戻ってくるっていうのはちょっとおかしいよなって俺は思います。ずっとずるくねとは思う。エズリアルの9でスタティックシブが乗りますね。トータルゴールド差はほとんどないけど T1 ドラゴンでゲーム勝ちたい。テクステックドラゴンソウルだから取ったらほぼ勝ち確です。とてつもなく強い。一番強いドラゴンかな。敵に追加ダメージも与えるし AOE だしスローもつくし。次のドラゴン前にゼリは2コアは出るだろうけど、タイタニックハイドラまでは出ないのでね。次のドラゴンで T1 チームファイトしてドラゴン取って勝ちたいところ。セジュアニがえげつない角度からアルティメット決めてくるけど、ミリオのアルティメットで CC 解除。
ミリオのアルティメット CC 全部無効化できます。マルザハールのアルティメット、サソリのアルティメット、チャンネリングも CC すべてです。セジョアのアルティメットすごいうまかったけどね。サモナースペル何も使わずに離脱することに成功する T1。And while it was a really nice weave of the ultimate there from YoungJ, if there's no follow-up damage, it doesn't matter. Faker says thank you for teleport advantage. Yeah, and he'll take it. As Taeyun just hanging out here in this mid lane, you saw Carrier was in a precarious. アジールの初手アイテムは結局ルーデンなんだ。 So that's going to be absolutely fine. As Dudu and Zeus ships in the night here towards the bottom lane. バースト後フォーク型じゃなくてナッシャーとか DPS 系なのかなと思ったけど、今 W 上げだしね。ルーデンゾーニア。アジールはソーサラーブーツまで、マジックレジストを買うチャンピオンじゃないから ADC たちが序盤。フェイカーの狙いとしては魔法貫通がついているアイテムを重ねて MR が少ないタイミングを強くいきたいということなのかな。エズリアルでバンシー買うわけにはいかないしね。And also, I mean, yeah, that's the other thing is that Gragas will be Gragas even down on CS, and he could push the Renekton away as he did on that last Dragon fight. Azir can push him away. ゼリー相手にアジール結構いいと思うんだよな。ゼリーってさ、スキルショット飛ばしてもすばしっこいからまあ当たらないんだけど、アジールの攻撃は通常攻撃だから避けられないんだよね。射程も結構出るし、安定してゼリーを殴れる、とても珍しい明治ですね。基本明治ってスキルショットばっかりだから当たらないんだけど、アジールはいける。Where he actually can then threaten and be a tank. That's what Renekton is good at in this meta, where he was slightly buffed. てかフェイカーの CS バグってね。あれ ?22 分で 264CS。 But if he's just constantly pushed away by all of these great tools and these peeling options here for T1, the Croc feels toothless. Yeah, it's going to be difficult. びっくりした。おお、やっぱエズリアルのアルティメットは7年ぐらい前と比較するとすんげえナーフされてんだ。これはね、昔の話になっちゃうけど、マジで8割、サポートの HP9 割消えてたからな。フェイカーアルティメットでエンゲージする。でもここはエズリアルとゼリーフラッシュを使って対応する。でもフラッシュ2つ使わせたよ、フェイカーのフラッシュとウルト1つで。ビッグドラゴンのタイミングです。エズリアルもゼリーもノーフラッシュ。でもアジールはウルトがありませんからね。チームファイトでワンチャン不利な可能性もあります。フェイカー一旦 TP で戻ってきたい。エズリアルのポークがあります。エズリアル、ユーミー、ゼリーのポークがある。フェイカーボトムに TP だ。挟まれそうだ。フェイカー捕まった。フェイカー逃げ切れるか。逃げない。戦う。フェイカーダウン。ドラゴンを取れる。アルティメットビッグ。フェイカーあそこで逃げなかった。戦うことを選択してドラゴン取りなってことだったのかな。俺は捨ててゼリーの HP と足止めはするから、フェイカーがベイトしたように見えましたね。正直あそこで WEQ で逃げることはできたが、ドラゴンを優先してフェイカーやられます。いいキャンセルされた。あ、キャンセルされてた。そんなかっこよくなかったわ。あ、これキャンセルだ。本当だ。しょうがないから戦っただけだった。いいじゃん、そんなの指摘しなくて。
相手バロン触ってるぞ。 T1 どうだ。ポッピーが突っ込む。硬い。ミリオが CC 解除してあげた。フェイカーがジャングラーを弾き飛ばす。でも戻ってきた。豚スマイトバトル強えこの豚。しかしバロンは取ったが、帰るまでがバロンですよ。誰も生き残れないか。エズリアルは捕まえることができるか。グラガスアルティメット決める。バロンは取ったけどコンドゥフリックス誰も生き残って帰ることができませんでした。 T1 ウィンです。ファッキンワース。4ドラも持っている。アジールがいないからコンドゥがバロンラッシュを仕掛けて T1 うまく立ち回って、いやでもこのバロンをうまくセジュワンに取ったよな。フェイカーもアルティメットで弾き飛ばしたんだけど、フラッシュして戻ってきやがった。He needs to be the one who cleans up the fight, not the last one to die. If the Ezreal is going to get value, even with the true shot coming through, it doesn't matter. This was a Hail Mary play, and while technically the objective was taken, it's a win for T1. Oh, 100%. And especially with the fact T1 レッドサイドで勝つのか。ここ最近ブルーサイドばっかり勝ってるけど。ゼリユーミまだ3個は出ていません。ゴールド差はないんだよね。セジュワにアルティメットを狙うが当たらない。しかし当たったところでミリをアルティメットで解除できる。グラガスウルトブリンク読みでウルトを投げてみた。ゼリしっかり見てます。レネクトンアルティメットを使用した。しかしワードに移っているぞ。フェイカーがテレポートがないからワンチャン4対4を狙ったみたいです。レネクトンsitting on 2 items to the 3 of Guma, a whole item behind, 2 levels behind as shown here. 勝ってる側がミリを持ってるとどうしようもないね。 Next in line, 2,000 gold behind him. It's a pretty disastrous situation. June, he's almost just dead. That was a lot of damage there from Faker. And Dudu now just going to be the next target on the chopping block. ゼリが3個は迎えることなくゲームが終わりそう。さすがに出るか。でも出てもね、ヘクステックドラゴンソウル持ってるし、さすがにこっからないだろう。だけどゼリだからな。ゼリユーミだからな。So much extra sustainability or so much extra range and reach to force those fights into his way because he has that Banshee's Veil now. In moments like this, like you miss the engage and then you're just dead. Guma will just turn around with red, white, and all that extra range from the campfire. I mean, look at this. Aphelios just chase him down, mow him down. And then over here, like June, he's a very sad cat. And then now Dudu's like, where's my team? I'm just trying to protect my inner. I just want to exist. Faker says, nah. Sorry, man, not today. And I think this game is all over but the crying at this point. The Hextech Soul is really just insult to injury here with the advantage T1 have across the items of the champion. 週一発に全てのダメージが乗るビルドしてるね。ナイトハーベスターもそうだけど。You take a Hextech Soul. It's like better. It's a better version of this broken item. Yeah, there you go. Absolute. You found the answer. 超ポークに特化したビルドか。Dudu was thinking about flanking, and then the people he was flanking decided to flank him. As owner is looking to chase him down now. Dudu, where are we going to go? What is the plan here? As Faker's in the bottom lane, just pushing this wave in. He's going to grab an inner turret. See what more he's able to collect here. As Dudu's just going to continue his safari. Yeah, I mean, he's not really pulling T1 off of any objectives either, unfortunately. This is all for nothing. Well, he's doing something. It might involve dying. エルダードラゴン前にレネクトンがゆっくり殺されるんじゃないかな、これ。これなんでゆっくり殺してるかっていうと、狩りを楽しんでる。すぐ殺しても面白くないじゃん。痛めつけておかないと。テレポートを使うフェイカー。追いかけるホームガードがある。結局殺すんかい。あまりにも非常すぎる T1。
なぜあれをゆっくり殺したかっていうと、面白いっていうのもあるんだけど、ドラゴンがあと50秒だったから、あと20秒遅らせて倒したら間に合わないのよ、エルダーのタイミングで。あそこですぐ殺しちゃうと結局テレポートですぐ復帰しちゃうから、ドラゴンのタイミングで。だから10秒でも20秒でも遅らせて、レネクトンが死んでる間にエルダーが欲しかった。ここで仕掛けるけど、まあ案外惜しかったけど、さすがに無理ですね。Guma Aphelios, a thing of beauty, a thing to fear, and once again with Karia's support, these two just rule the day. Faker had plenty of amazing plays this game too, dealt with the Ezreal quite well in the early game. ミニオンが1匹残ってるので、それを守りながらゲームエンドを狙う T1。今回はさすがにすぐに殺します。何のメリットもないので生かしても。That was a GA that Dudu had, so he's unfortunately going to die a couple of times. As T1 now going to look for the last few kills here. As the bomber flies in, looks like Taeyun is going to agree to stay on the エズリアルミッドの強さが全く見られなかったな。T1 強すぎた。でもプラン通りでしたね。ゼリユーミを自分たちが取らずにレーンの強いアフェリオスとミリオを取ってボトムレーンガンガン押し込んでタワープレート取ってボトムで有利築いてドラゴンでゲーム勝つ。